こんにちは、ゆうすけです。ここは原宿駅の近くです。まだ午前なんで人が少ないと思って来たんですけど、めっちゃ人が多いです。最近日本では違法薬物で逮捕される若い人が増えてます。まあ海外と比べるとかなり少ないですけど、それでも問題になってます。高校生、大学生、あるいは有名人が薬物で逮捕される事件が多くなって、日本で薬物、特に大麻が広まってるみたいです。だけど世界的に見ると大麻は合法化の流れに向かってて、ビジネスとして見れば医療用大麻の市場は数年以内に倍になるらしいです。それと関係があるのか分かりませんけど、日本では最近大麻に関する法律が改正されました。法律が変わったといっても、いまだ日本ではマリファナは犯罪です。まあ正確に言うと THC 成分を含む製品は日本では違法ですけど、 CBD 成分のみの製品は違法ではありません。本日入荷日です。ありがとうございます。で、法律改正についてですけど、何が変わったのかっていうと、医療用での使用は OK になった。それと喫煙目的での使用が有罪になった。今まで有罪じゃなかったのって思いますけど、今までは持ってると有罪、喫煙したかどうかは問題にしないって法律だったらしいです。まあつまり緩和と規制が同時に行われたってことです。そもそも僕は医療用に使うことには賛成で、喫煙することには反対なんで、まあいい法律改正だと思ってます。規制と緩和が同時に行われたことについては、法律で禁止されてたからダメ、でも緩和されたから OK みたいに誤解する人たちもいるんで、それを防ぐためだと思います。で、多くの人が知らないと思うんですけど、そもそも日本と大麻の関係はとても深いんですね。日本の大麻の歴史は実は稲作よりも古いと言われています。稲作っていうのは米作りのことですね。アジア大陸から日本へ稲作が伝わったのが約3000年前なんですけど、それよりももっと前から日本人は大麻を育てていました。ただ使用する方法は喫煙するんじゃなくて、布を作るとか、魚を取る網を作るとか、薬を作るとか、そういう用途で使われてました。日本の神道との関係も深くて、
神社に鈴縄っていうのがあるんですけど、あれは大麻で作られてます。ああいう神聖なものは大抵大麻で作られるんですね。じゃあなんで規制されたのかっていうと、1945年だったかな、日本が戦争に負けてアメリカに命令されて、そういう法律を作ったみたいです。大麻は農作物として日本に根付いていた。だけど麻薬として規制されたということですね。法律の規制緩和については、海外ではもうすでに医療用大麻のビジネス的な流れができていて、すでに産業として完成されたものを規制するのは難しいと考えたからでしょうね。完成されたものを規制するのは難しいっていうのは、1920年頃のアメリカのイメージですよね。禁酒法ができた時のアメリカ。お酒が買えない、だからマフィアから買う、だからマフィアが成長する、だから治安が悪くなる。日本はようやくヤクザが減ってきたんで、彼らに餌を与えたくないんですよね。そもそもなんで世界中で大麻が違法だったのかっていうと、昔国連で大麻の使用と栽培を禁止したからなんですけど、その時は医療目的さえも認めない一番厳しいレベルだったんですね。ただ大麻に含まれる CBD がいくつかの病気にとても効果的だと分かったんですね。で、2023年、2022年だったかな、国連で大麻の規制を緩めるかどうかの投票が行われて、賛成27、反対25、全然甘くないんだよ。わずかな差で規制のレベルが下げられました。ちなみにこの時日本は反対票を投じました。僕は日本が反対票を投じたのを見て、ああ、日本人が日本の歴史を否定したなと感じてしまいました。いずれにしても日本では THC 成分を含むクッキーとかそういうものを持ってるだけで違法なんで、空港で見つかったら即逮捕されます。なので持ってきちゃダメですよ。日本で大麻が医療目的のみで有効に使われることを願ってます。はい、それじゃあ今日の動画はここで終わりです。それじゃあまた。3番目